こんにちは、村雲です。今回の動画では3月4日に発売が開始されたグランツーリスモ7のプレイステーション4版のプレイ動画をお届けします。この動画は攻略動画というよりもグランツーリスモ7にどんな車両が収録されているのかやカスタムはどんなことができるのかといった疑問点に対し GR スープラをグランツーリスモ上でカスタムしたりしながら紹介していきます。購入を考えられている方の参考となれば幸いです。それではご覧ください。まずは基本的なゲームの流れについてご説明します。こちらがワールドマップと呼ばれるホーム画面となっており、このマグカップマークのグランツーリスモカフェにてミッションをカフェのマスターから受け取り、そのミッションをクリアしていくことで施設などが開放されていきます。最初はほとんどの施設が開放されておらず、メニューブックのナンバー3までクリアすることでブランドセントラルと呼ばれる新車の購入施設がオープンするため、いきなりお金があるからといって自分の好きな車が買えるわけではありませんので、しばらくお預けを食らってしまいます。ちなみにナンバー9まで達成することでオンラインレースなどに参加することができるようになります。ミッションの多くは車の入手であり、レースの景品として入手対象の車が出品されているので、そのレースに出場し、入賞し、車を入手していく流れになります。そして一部レースには出場資格としてライセンスが必要なものがあり、そちらに関しては別にミッションがあるので、そちらクリアしていきます。基本的に黄色の目印が次にすべきことを示してくれているので、進め方に迷うことはないかと思います。続いて収録されている車種を紹介していきます。今後もアップデートによって順次追加されていくかと思いますが、初期の段階でもかなりの数のメーカーと車種が収録されていますので、10倍速でお届けしていきます。必要に応じて一時停止しながら見ていただけると幸いです。基本的に日本で購入できる車両のメーカーはほとんど収録されており、加えてワークスの車両も収録されていることに驚きました。ただ、さすがに現行の車種を網羅できているメーカーはほとんどなく、特に海外勢に関してはほとんどがスポーツカーのみが収録されている状態でした。日本のメーカーに関しては、アクアやプリウス、フィットなどといったサーキットとは少し縁遠い車両も収録されており、それら車を魔改造してスポーツカーを追っかけ回すというのもグランツーリスモの密かな楽しみ方のような気がするので、もう少し遊び心のある車があっても良いかなと思いました。今後のアップデートに期待です。ちなみに VGT という表記がついている車に関しては、ビジョングランツーリスモの略であり、各メーカーがグランツーリスモというバーチャル空間上で走らせることを目標に開発されたコンセプトカーとなっており、一部例外を除いてリアルの車両は存在しません。コンセプト前提の車であるため、近未来感のある車が多くあり、かなりかっこいい車が多いです。スープラに関しても、元々のコンセプトカーである FT1 の車両がグランツーリスモに登場しており、反響によっては販売の企画に上がる可能性もあるので、応援あるのみですね。あと、このグランツーリスモ7は、この後紹介していきますが、グランツーリスモスポーツの時と違い、カスタムパーツはもちろん、タイヤなどに関しても購入対象であるため、序盤はかなり金欠に陥りそうな状態ですので、バンバン新車を買えるような状態ではなく、最初にお気に入りの車を買ってカスタムして戦闘力をアップ、レースに勝利して次の車を購入といった流れになりそうです。このあたりがリアルのカーライフっぽくて面白いです。さらに、これら新車群に加えて、ユーズドカーという施設で中古車という位置づけの車両を購入することができます。カウンタックのような車はこちらに収録されていたりするので、掘り出し物はこちらにあるかもしれません。中古車を購入して新品部品を購入し、アップデートという流れになるかと思いますので、よりリアルなカーライフシミュレーションとしては、こっちの施設を利用する方が良いかもしれません。ちなみに、売り切れ中の表記がありますが、私が購入したわけではないため、今後追加されていく車両ということかもしれません。続いて、車のカスタムについてです。こちらはチューニングショップと GT オートという施設で実施していきます。チューニングショップでは各社用の専用パーツが販売されており、こちらで必要に応じてパーツを購入し、エンジンのパワーアップやブレーキ性能の強化などを行っていきます。それぞれそれなりの値段がするので悩みますが、最初はタイヤの購入が無難なところかと思います。このあたりにゲームの中でも頭を悩ませるのが面白いところです。私はスープラ用のブレーキシステムを買ったりしていますが、
このブレーキを買うことでキャリパーの塗装が行えるようになるので、ドレスアップ目的も兼ねています。次に GT オートでのカスタムです。こちらは車両の性能でなく、ドレスアップ目的のパーツを購入可能です。愛車と同じ車両がグランツーリスモでも収録されていると、一番楽しめる機能かもしれません。こちらではメンテナンス機能として、洗車やオイル交換などが実施できます。まだゲーム上でもほとんど走行していないため、すべて良好となっており、実施する必要はありませんでしたが、中古車購入の場合は必要に応じて実施する必要があるかと思います。リアルすぎますね。また、ワイドボディ化もさらっとこちらで可能となっていました。プレビューを見ると、これだけでもかなりアグレッシブになっていることがわかりますが、ホイールデザインとの兼ね合いもありますので、今回は見送っています。続いて、エアロパーツ関連のカスタムです。こちらも走行性能には影響ないかと思いますが、フロント、サイド、リア、ウィング、それぞれにいくつかのパーツが用意されています。リアルなパーツメーカーのものではなさそうでしたので、このパーツ自体をリアルで購入可能ではないかと思いますが、いろいろとカスタムイメージを組み立てるのに非常に有用かと思います。ちなみに私はシンプルめなデザインが好きなので、ウィングだけ取り付けました。続いて、ホイールカスタムです。これがありがたいオーナーの方が多くおられるのではないかと思います。こちらに関しては、実際のホイールメーカーのデザインのものがそのまま収録されており、店舗に動かなくてもどんな外観になるかを先行してイメージすることができます。こちらもスープラ一車種だけでも非常に種類豊富でしたので、早送りでお送りいたします。一時停車の必要に応じてお願いいたします。また、その他車両に関しても見てみたいという要望がありましたら、コメント欄に記入いただけると、ショート動画のような形でお届けできればと思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみに、私は先日円形の RS05RR のホイールを購入し、納品待ちとなっていますので、グランツーリスモ上で先行して楽しむ予定です。続いてペイントです。こちらも非常に妄想がはかどる機能となっています。ペイントの種類には大きく分けて2つの種類があり、マットやメタリックなどの色合いから自分の好みの色を選択し、購入する方法があり、マットや蛍光色など選びきれないほどの塗料の種類があります。2つ目がリアルカーペイントです。こちらはメーカーに限らず、実際の車両に使われているカラーリングと同じカラーを購入し、塗装することができる機能となっており、ご覧のようなソウルレッドやクラシックレッドといったスープラであったり、私の好みであるレクサスのヒートブルーカラーのスープラなどが再現できます。難点がカラーの名前が全て英語表記かつ、日本のカタログのカラー名と異なることがしばしばあるので、自身が求める色にたどり着くのが困難な時があります。今回のカスタムでは、アウディのナルトグレーの色合いが非常に好みであるため、それに近いアウディのカラーを購入しました。前日のようにナルトグレーという名前のカラーがなかったですね。このカラーはリバリーという機能で反映することができます。まだまだカスタム可能です。その他の項目では、ヘッドライトの色の変更は可能であったり、ナンバープレートの位置を変更することができます。ゲーム上なのでナンバーレスでもいいかなと思いましたが、なんか寂しい気がしたので、欧州デザインのナンバーに変えました。最後にキャリパーのカラーです。こちらはカスタムの冒頭でお話した通り、ブレーキシステムを純正から変更することで、カラーを変更することができます。純正のレッドでも問題ないのですが、高級感もプラスする目的で、ゴールドで色を変えました。リアルでもゴールドやブロンズの色に変えたいんですよね。円形のこのホイールデザインとよりマッチしている気がします。カスタム項目の最後になりますが、このレーシングアイテムの項目では、ボンネットピン、牽引フック、ロールケージの追加を行うことができます。今回のカスタムでは、どれも追加しませんでしたが、ロールケージの追加でボディ構成が上がり、ハンドリングが良くなるならば、後で追加しておきます。最後の仕上げにリバリー機能です。こちらの機能で先ほど購入したカラーリングの反映などを行うことができます。具体的にはボディカラーやホイールカラー、エアロパーツ群の色を個別に変更が可能となっていました。ナルトグレーもどきを反映してみましたが、いかがでしょうか。自分で言うのもなんですが、めちゃくちゃかっこいいかなと思います。台本形式の動画のため、音声が後取りとなっているので、あまりテンション伝わりづらいですが、かなりテンション上がってました。追加でマーキングなどを施すことが可能なので、より自分らしさを出すこともできます。今回のカスタムでは、四角形などを組み合わせて、ルーフのブラック化も実施し、カスタム完成です。オンラインに潜る際は、私、村車である目印を残しておこうかと思いますので、もし遭遇したらお手柔らかにお願いいたします。
超下手ですので。続いて完成した車両の撮影会です。こちらのスケーブス機能では、自身が所有している車両と街中やサーキットコース上などの背景とを合成し、いい感じの写真を撮影できる機能となっています。収録されている背景が膨大であり、世界中様々な観光スポットまで収録されているので、一種の旅行気分を味わうことが可能なほどであり、グランツーリスモの高画質と相まってめちゃくちゃ映える写真を撮影可能です。撮影場所を選んだ後も、車の配置の仕方やタイヤの切り角、ライト点灯の有無、流し撮りにしてスピード感を出すのか、カメラの設定をどうするかなど、撮影の設定項目も膨大であるため、掘り出すと時間がいくらあっても足りません。今回のカスタムスープラを使った完成品がこちらであり、今回のサムネの元でもあります。非常に満足です。車好きなら分かっていただけるかと思います。ご要望あれば Twitter など介してこちらの画像を配布しますので、よろしければどうぞ。最後にカスタムスープラでのレースの様子を振り返りたいと思います。他に走っている車両と馬力が違いすぎるじゃないかというツッコミがありそうですが、まだストーリー的に序盤であり、スープラ相当の車両がエントリーされているレースが開放できていないためですという言い訳をさせてください。今回のグランツーリスモでよく話題となる画質に関しては、同じプレイステーション4というプラットフォームでプレイしているということもあり、前作のグランツーリスモスポーツからの大幅な進化を感じるかと言われると、個人的な感想であり、映像環境になるにも良いかと思いますが、そうでもなかったです。ただ、収録車両の多さであったり、スポーツのバージョンではなかったカスタムパーツにより外観デザインの変更などにより、自身の個性を出しやすくなったことで、ゲームの中ではありますが、より一台一台に愛着を感じやすくなったように思います。これが今回の動画のタイトルにもしたカーライフの疑似体験という言葉の意味であり、ライセンス取得のミッションや洗車などのオーバーホール、メンテナンス、グランツーリスモカフェを介した車の歴史の振り返りなど、ただのレースゲームではなく、どんな境遇の方にも車を共有したらこんな感じなのかなと想像をかき立てられるような工夫を凝らされていることが、リアルなドライビングシミュレーターであることに加えてのこの7のソフトの特徴ではないかと思います。実際、私もこの動画を作るまでのプレイ時間で、レース以外の時間の方が多くを占めていますので、車好きじゃなくとも車のことをもっと知りたいと考えている方には非常におすすめとなっていますので、今回の動画が参考となれば幸いです。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。